その余計な水分ついたままだと漬け込んだりとか使っても味がボケちゃうじゃん。ウイスキー、今回そのシンプルな玉ねぎだけだから、なんかちょっと大人っぽい感じのそういう味にもしたいなと思って、ウイスキーがすごい下味としても面白いから、なんで水をかけるかな。でこれあんまり蜂蜜入れすぎちゃうと焼く時に焦げやすいから、そんな入れない方がいいかもしれない。 10g ぐらいにしようか。ちょっとだけ隠し味にお醤油入れようか。小さじ1だね。なんか粉入れてもいいような気もするけど、片栗だったり今の季節でちょっとさっぱり食べたいから、あえてここは粉入れないで、玉ねぎをそのまま食べたいんだったら、形残したいとかだったらこう切ってた方がいいわけ。そうすると玉ねぎ溶けづらいから。でもこれは大量の玉ねぎを溶かしてトロトロにしたいから、だからこれは線に対して垂直にあえて切ります。しんなりしてきたってことは水分が抜けてるんだけど、水分が抜けてるっていうことは甘さがどんどん上がっていく。だからどんどん茶色くしていって、少なくしていくほど甘さが出る。今日はカレーはそこまでやらない。これちょっとローリエ1枚入れとくとちょっと風味が加わって、一回よくもう一回、多分さっき下味ついてるから。皮目は、まあ、7裏3ぐらい、8に。強火にするよ、気をつけてよ。結構いい。そしてほら玉ねぎの量とか水の量とかそういったのでも変わってくるから微調整してあげたら、なるべく細かく切っといて、火止めてね。今少し硬さ一気に入れると、入れすぎちゃうとさもう戻れないからさ、玉ねぎがもう溶けるぐらい、溶けちゃうぐらい煮込んだ方が美味しいんじゃないかな。カレーも味見は3回までだって言われたもん。でもその人7回か8回味見してたけどね。あ、じゃあまあまあ大体焦げてるのとか、ちょっとウイスキーでこの残ったうまみ、これ全部ウイスキー。もうこんなの絶対強火ダメだから、もう肉も硬くなっちゃうし、焦げるから。いい？最後バター 30g。 牛に比べると鶏肉ってのはコクが少ないから、で動物性のコクをバターで加えてあげることでしょう。完成。